今回は青空と雲の描き方について解説していきます。空は塗る面積が広いので、ムラが目立ってしまったり、雲の表現が単調になってしまったりと難しく感じることがありますよね。初心者の方でも簡単に描くコツをお話ししていきますので、ぜひ最後まで見ていってください。まずはじめに使う画材ですが、絵の具はウルトラマリンとセルリアンブルー、あとはチャイニーズホワイトの3色を使います。筆は大きめの筆と小さめな筆2本を用意します。それではここで青空と雲を描いていく時のポイントをお話しします。1つ目は一度水で用紙を塗っておいてから空を塗る。2つ目は雲は筆とティッシュを使って絵の具を吸い取る。3つ目、雲の存在感を出すために洗い落としをする。4つ目、雲の影の色は空よりもくすませて塗る。以上の点に気をつけて描くと描きやすくなります。それではこれから実際に実演していきますので、じっくり見ていってください。空の塗り方ですが、事前にたっぷり画面を湿らせておいて絵の具の乾きを遅らせます。こうすることでムラになりにくく描けます。空は上が濃くて下に向かって淡く塗ることで、自然な空の広がりを描くことができます。空の上の方ではウルトラマリンを多めに、下の方ではセルリアンブルーを多めにして色のグラデーションをつけていきます。筆は大きめのサイズを使って横に向かって端から端まで塗っていきます。そうすることで筆跡が残りづらくなります。皆さんは空と雲を描くときってどういう風に塗っていますか？雲を塗り残しながら空を描かれている方も多いと思います。その描き方でもいいんですが、ただ時間がかかるのと、あとはムラができやすいんですよね。今回の空を塗った後に絵の具を取って雲を描く方法を知ると、もっと楽に楽しみながら描くことができます。手早く塗った後は乾く前に雲の描き方に進みます。用紙の水気を筆に吸い取らせていきます。大中小さまざまなタッチを使いながら単調にならないように取っていきます。これ余談ですけど、ちょっと画面がテカってしまっていて見づらいですよね。テーブルライトの角度を全く考えずに撮影を始めてしまったので、見づらくてすみません。とりあえずこのまま進めていきたいと思います。乾く前であれば雲が明るく柔らかい感じになります。ティッシュを使うのも効果的です。ティッシュの場合は不規則で自然な雲の表情を捉えることができます。ただ取りすぎると影の部分がなくなってしまうので、取りすぎに注意が必要です。続いて右側に入道雲を描いてみたいと思います。さっきと同じように筆に絵の具を吸い取らせていきます。いろんな方向のタッチを使いながら大きさも変化させて絵の具を取っていきます。入道雲の場合は結構モコっとした形をしているので、上の方を明るく、で下の方を雲の影を残すようにして塗り残しながら絵の具を取っていきましょう。大きい筆とかも使うことによってよりこんもりとした大きめな雲を表現することができます。光が右上から当たっている感じで、特にそのあたりを多めに取っていくようにします。今度はティッシュを使って部分的に絵の具を取っていきます。
筆で撮るのとティッシュで撮るのではちょっとなんか質感が変わってくるので、これも両方とも併用して使っていけるとより雲っぽい質感が出てきます。絵の具が乾いたので、これからは雲のより明るいところを筆で撮っていきたいと思います。部分的に筆でこすってティッシュで拭き取ります。ここも先ほどのウェットな状態から絵の具を取ったように、あまり単調にならないように大きさを変えながら絵の具を取っていきます。特に意識するのは際のあたりですね。境目のところをしっかりと絵の具を取ってあげるところを作ることで、雲のはっきりとした形が出てきます。これからは雲の影を塗っていきます。パーマネントイエローとクリムソン冷気を追加して使っていきます。今まで使った色に少しだけ混ぜてグレーに近い色を作ります。空に比べると雲の影はややくすんだ色にすることで感じが出てきます。塗り方としては上限の三日月を描くようにして大きさや向きを少し変化させながら塗っていきましょう。濃さもより変化をつけてあげると立体感が出てきます。下の雲の方も濃さが淡くなるので、そのあたりは微妙な濃さをつけて塗っていきましょう。通常の雲も塗っていきます。この辺りもあまり塗りすぎると結構暗い雲になってしまうので、あまり影の濃さを強くしすぎないように塗っていきます。雰囲気が出てきましたね。さあ、これで完成です。いかがだったでしょうか。この描き方を参考にぜひ素敵な作品を描いてみてくださいね。それでは今回はこれで終わりにします。また次の動画でお会いしましょう。